ハンニバルと実弟ハスドルバルの悲劇。イントロダクション。カルタゴの英雄ハンニバルと実弟ハスドルバルの悲劇的な物語を紹介します。古代地中海世界の覇権をかけた第二次ポエニ戦争において、兄弟が挑んだ壮大な作戦と、その悲惨な結末について、解説していきましょう。カルタゴの名将ハンニバル。ハンニバルってどんな人なのだ？紀元前247年頃に生まれたカルタゴの将軍で、幼い頃から父ハミルカルによってローマを憎めと教育されたの。父は第一次ポエニ戦争でローマに敗れた将軍で、その屈辱を息子に託したの。ハンニバルは若くしてカルタゴ軍の指揮官として頭角を現したのよ。お父さんから反ローマ教育を受けてたのだな。どんな将軍だったのだ？彼は優れた戦略家で、兵士からの信頼も厚かったの。第二次ポエニ戦争では象を連れてアルプス越えという前代未聞の大胆な作戦を決行してローマを震撼させることになるの。当時のローマ人は誰も山の向こうから攻めてくるとは思っていなかったからね。実弟ハスドルバルとの作戦。ハンニバルには弟がいたのだ。実弟のハスドルバルも兄に負けないほどの優れた将軍だったの。彼もまた父から軍事教育を受けて育ったの。兄弟は互いを深く信頼し合っていたのよ。兄弟で何か作戦を立てていたのだ。兄弟で挟み撃ちにしてローマを倒すという壮大な計画を立てていたの。ハンニバルが北イタリアからローマを攻めて、ハスドルバルがイベリア半島から大軍を率いて南から攻めるという作戦だったの。もしこの作戦が成功していれば歴史が大きく変わっていたかもしれないわね。メタウルス川の戦いと悲劇。その作戦はうまくいったのだ。残念ながら紀元前207年のメタウルス川の戦いでハスドルバルは大敗を喫してしまうの。ローマ軍は巧みな情報戦で彼の動きを事前に察知していたのよ。どうなったのだ？ハスドルバルは最後まで勇敢に戦ったけど結局戦死してしまったの。さらにローマ軍は残虐な行為として彼の首を切り落としてハンニバルの陣営に投げ込んだの。これは当時としても残虐な行為とされていたのよ。なんて残酷なのだ。兄ハンニバルの苦悩。ハンニバルはどんな気持ちだったのだ？弟の首を見たハンニバルは深い悲しみに暮れ、カルタゴよ、お前の運命が見えると嘆いたって伝えられているの。この言葉には弟を失った悲しみと祖国の未来を案じる思いが込められていたのね。戦争って本当に悲しいのだ。そうね。この出来事はカルタゴの敗北の始まりを象徴する悲劇になったの。ハンニバルは弟を失っただけじゃなくて最大の作戦も失敗に終わってしまったのよ。まとめ。ハンニバルと実弟ハスドルバルの物語は、戦争がもたらす悲劇と、兄弟愛の切なさを今に伝えています。彼らの壮大な計画は失敗に終わりましたが、その軍事的才能と固い絆は、2000年以上の時を超えて、私たちの心に深い感動を与え続けているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。